皆さんこんにちは、かなこです。今日は久しぶりに話す動画を撮りたいなと思いました。というのも最近ずっと Vlog 系が続いていたので、たまにはお話しする動画もいいんじゃないかなと思っております。で、何を話そうかなと思った時にパリ暮らし2年目の本音っていうのをちょっとお話ししたいと思います。今まで話す動画は自己紹介とかビザのお話とかで話していたんですけど、なんか私がどう感じてるみたいな感情を話すことって今までなかったので、ちょっとチャレンジって感じです。でこれをやろうと思ったのも、すごくパリ生活が今2年目が始まって3ヶ月が経つんですけど、あっという間に3ヶ月ですね。4ヶ月目かが経つんですけど、わあ早いな。そうなんだっけ、あっという間で1年目と全然違うなって思うことがたくさんあります。良くも悪くも違うなって思うことがあるので、それをちょっとお話ししたいと思っています。で、私のチャンネルは結構同年代の女の子で、これから新しく挑戦しに海外行きたいとか、漠然と私が29の年なので、ワーホリを使えるのもねギリギリの年だったりして、結構みんな行くべきか行かないべきかみたいな感じで迷ってる方も多いっていう話を聞いておりますので、なんか少しでも参考になったら嬉しいなっていうふうに思います。で、今日お話しすることはもしかしたら海外生活に対してちょっとネガティブな感想になる可能性が大いにあるのですが、とはいえ結論として私はフランスに来たことは全く後悔していないので、なんかやっぱやめた方がいいなって、海外に行かない方がいいなって思われることっていう感想をお持ちになることはないと思います、このビデオを通してはい、私は、結論来てよかったとは思っていて、今抱えている困難なこととかも想定の範囲内っちゃ想定の範囲内ではあるけど、とはいえ渦中にいると苦しいなっていう気持ちでいます。はい。で今日はなんかあんまり何話そうとかまとめていなくて、普段はちょっと考えてるんですけど、本当につらつらとお話しするっていう感じがベストかなと思っていて、なんか1年目ととにかく様子が違うんですよ。1個何が違うかって大きなところで言うと、やっぱりビザが違う。で、ビザが違うとどうなるかっていうと、私の場合はワーホリビザから学生ビザになっているので、今学生なので学校に行かなきゃいけないっていうのがまず1個大きなところですよね。どうしても週20時間学校に行っているので、これはワーホリの時にはなかったから、結構生活環境とかはたまたお仕事の環境も変えざるを得なかったっていうのが結構大変ポイント真っ只中です。で、もう1個で言うとでもう一個ビザが変わると何が変わるかっていうと、ワーホリから違うビザの場合のみだと思うんですけど、ワーホリの時は1年後確実に日本に帰らなきゃいけないっていう確約があったんですよ。良くも悪くも。で、当時はなんか煩わしいなと思ってたけど、今思うと結構その帰らなきゃいけないってことにメンタルをねの精神が保たれていた部分が結構あったんだなっていうことに気がついて、今はどういう状況なのかというと、こっちでビザの更新ができるようになったので、日本にいつ帰るか帰らないか全部自分次第になったわけです、極端に言うと。そうなると、なんかワーホリの時は、じゃあ例えば私結構実はワーホリの帰国までの1ヶ月ぐらいもうなんか疲れてて、あと1ヶ月でやっと日本に帰れるみたいな、ちょっと一旦早く日本帰りたいみたいな感じになってたんですよね。で、そういう時にじゃあ例えば髪切りたいけどあと1ヶ月で日本帰れるから、日本帰っておなじみのある美容室で切ってもらおうとか、これちょっと欲しいけど日本の方が安いからじゃあまとめて日本で買ってこようとかっていうのができたんですけど、今はなんかそれができないから、やろうともちろん帰れるんですよ、帰ろうと思えば。ただじゃあ例えば語学学校のお休みがあって、ちょっとそこで日本に帰りたいなって思って航空券を調べた時に、なんか2000ユーロとかだとして大体30万円とかだった時に、高いなってなって、ちょっとまた延期しようっていうのをなんかずるずるとできちゃうんですよね、状況的に。で、せっかく家族とかお友達とかお友達の子供とかに会いたいなと思っても、ちょっと航空券高いからまた来年にしようとかみたいな感じにできてしまうのが、ちょっと怖くなってきたっていうのかな。だんだん私はこっちで生活をしていくんだっていう
事実に驚かされてるって、ね、自分で決めたから変な感覚なんですけどっていうなんか感覚がすごく強くなってきて、私こっちで生活してくんだっていうのが、ワーホリの時は正直片足日本に突っ込んでたって言ったらおかしいけど、なんか仕事とか生活リズムとかも日本のものをそのまま持ってきて、ただ住んでる場所はパリになっただけみたいな感じだったんですよね、感覚としては。ただ2年目になるとなんかそうも言ってられなく、学校が入ってきたりとかでなったら仕事環境も変えなきゃいけないし、これからこっちに長い目で住むことを考えたらこっちでより拡大性のあることをやっていった方がいいよねってなると、じゃあ今って種まきの時期だったり準備期間だから、そのためにはどういうことが必要なのかってちょっと行動の変化が求められてる2年目な気がするんですよ。1年目はむしろとにかく毎日が目新しいことでいっぱいいっぱいだった。例えばメトロのチケット買うのどうしたらいいんだろうとか、お医者さんに行きたいけど予約どうするんだろうとか、マルシェで物を買いたいけどどうやって買うんだろうとか、そういう生活の一個一個が結構労力がいることだったんですよ。だからとにかく自分が何か行動して変化を起こすというよりも、目の前に勝手に降りかかってくる試練を一個一個こなしていくっていう感じで、生活するのにいっぱいいっぱいだった。で2年目になると生活はもうある程度1年目よりはスムーズにできる。もうチケット買うことで悩んだりもしないし、なんなら最近はもうチャリを漕ぎまくって、もう地図見ないでもある程度の場所は行けるようになってるし、とかね、マルシェも緊張しないしみたいな感じになってはいるんですけど、となると今何を求められてるかっていうと、別に目の前に試練が次々と起こるというよりかは、自分で自分に行動の変革を与えないといけないっていう感じになっていて、でそれが時にしんどいなって思ってる原因になっています。っていうのと、さっきもお話しした日本が遠くなってるみたいなのが2年目がより生活にガチ感が生まれる理由の一つなのかなと私は今分析しているわけです。どうだろう、伝わるのかなこれで。っていうのもあって、2年目って結構しんどいなとか大変だなとか、思う瞬間がすごく増えていて、すごく1年目よりも自分を試されてる感じがするんですよね。でそうなった時にもう一個仕方ないんだけどしんどいことがあって、というのも私は自分で決めてきてるんですよ、パリに。誰に強制されたでもなく自分が来たくて来てるから、どんなにそれがしんどかったとしても、いや自分で決めたじゃんって思っちゃう。自分に対して何しんどいとか言ってんのって、自分で決めたくせに甘えんなみたいな気持ちになるんですよね。だから時には言い訳とか弱音を吐きたいことがあっても、いやでも結局自分で来たくて来てるんだよなみたいな、それが嫌なら帰れって話だよなみたいな感じに思っちゃうんですよ、自分に対して。でそれっていう時に八方塞がりに感じて、って思う時間がすごく増えたなっていうのが2年目のリアルです。今日こういうことをねちょっとお話ししてるのもヒントになったらいいなとかっていう気持ちで喋るつもりだったんですけど、もしかしたら皆さんをより一層不安にさせてしまったかもしれない。ただ一個言いたいのは、困難があるイコール海外生活をやめるだとは私は思ってなくて、困難ってあるものだよねっていう感じで捉えてますあってしかるべきというか、そんなうまくいかないよねみたいな感じに思っていて、だから、それを受け入れた上で、しんどいと感じながらも私はパリでもがいていくことになるのだろうなっていう気持ちです。これ伝わるかな。実はこの動画何パターンも撮っていて、朝からもうすっかり夕方なんだけど上手に喋ってるのか分かんないから、何パターンか撮ってみて編集してみようかなと思っています。はい。2年目になってようやくこっちで暮らしてくんだみたいな、パリに住むっていうことがどういうことか分かってきた。パリに住むっていうことの入り口が見えたっていう感じがしています。ようやくね。やっぱ1年目のワーホリはやっぱ旅行客、観光客の感覚が近かったのかなって、私の場合はそんな気がしますね。でそしてちょっと仕事の
そうだ、アップデートについて皆さんにもシェアしたいなと思っていて、なんだろう、さっきもちょっとお話ししたみたく1年目はこう日本から全部持ってきたみたいな感じなんですけど、2年目でもそれをやろうと思えばできるんだけど、やっぱこっちで長く生活していく、根を張って土台を築いて生活の基盤を作っていくってなった時に、その方法よりかはこっちでなんか今あんまり具体的にはいろいろ言えないんですけど、こっちでたとえなんか後退したように見えてもゼロから基盤を作っていくっていう方が長い目で見た時に自分には合ってるなってことに気がつきまして、今いろいろと始めようと路線変更でもないな、いろいろ自分の仕事に変化を加えているタイミングです。それはもうその仕事に関することも結構不安で、なんか自分の精神的余裕がなくなっている原因の一つではあるんだけど、それも通過儀礼というか成長痛なのかなっていうふうに私は捉えて頑張っています。で、でずっと動画でも話してたバイトをしたいっていうことに関して、早くしろよ、早くやれよっていう話ではあったんですけど、ようやくちょっと素敵なところと巡り会えてお仕事をさせていただけることになりそうです。私がずっといろいろねアルバイトをするって言ってもどこでもいいわけじゃなくて、いろんなとりあえずフランス語が練習できるっていうのは結構自分の中の第一条件で、とはいえそんなに毎日フルで働けるわけでもないとか、いろいろ条件があった中ですごく理想的なところと巡り会えて、まだちょっと仮の段階なので本決定したら改めてお伝えさせてもらえればなというふうに思っております。で、とりあえずバイトができそうっていう話と、あとはもう一個フランスのマーケティングのリサーチャーとしてのお仕事をちょっと最近やらせていただいていて、これがすごく自分に合っていて、どんな内容かっていうと、フランスのプロダクトとかブランドがどうフランス人に認知されて愛されているのかみたいなのをこう調査するっていうざっくりとした内容になっちゃうんですけど、っていうのを今やらせてもらっていて、自分は結構トレンドのものとかミーハーなので、そういうのを追いかけて調べるっていうのがもともとすごく大好きだったので、すごくそれも楽しくお仕事させていただいております。はい最近気づいたことですごく面白いなと思っているのが、20代の前半とかはとにかく海外にどこでも働ける仕事がしたいで、海外に行きたいっていうのがずっと自分の掲げてるミッションで、いろいろ試行錯誤してきた人生だったんですけど、今もうちょっとでね30代に差し掛かるっていう中で、自分のすごく求めているものがパリじゃないとできないことをしたいとか、ここに土地に根ざしたことをしたいみたいな気持ちがすごく芽生えていて、どこでもできる仕事じゃなくてパリにいるからこそできる仕事に従事したいっていう気持ちがすごく今あって、でそういうのもあって、そのフランスのマーケティングの調査とかをさせてもらってるんですけど、パリにいる私だからこそできるみたいなところに最近すごくこだわるようになっていて、それがすごく自分の中の変化だなと思って、面白いなと思っています。はいそんな感じですね。今海外生活頑張っている方、これから海外に行きたいなってちょっとでも考えている方のヒントになったら嬉しいなと思っていますし、海外に住んでる住んでいない関わらず、人生って山あり谷ありなので誰って感じだけど皆さん一緒に頑張りましょう。でたまにはこういう動画ももしよかったら続けていこうと思っているので、皆さんの感想やコメントなどいただけると励みになります。で、登録者1000人をねちょっと一旦の目指してるゴールにしているので、もしまだ登録してないっていう方、協力いただけるととっても嬉しいです。それでは本日も見てくださりありがとうございました。